こんばんは。ナレーションを務めております語り手です。今回はフルアーマー百式鎧を使用するにあたって外伝に登場する百式鎧の性能も比べながら動画を進めていきたいと思います。まず百式は使用できる期間が第9話までと短くなっており、改造が引き継がれるとはいえ活躍させる機会が少ない機体となっています。武装と弾数が少なく、その中でもビームライフルが空陸 B となっているので空にボーナスを振っておきます。攻撃力が1400上昇し、メガバズーカランチャーが4000まで上がっていますね。あとは防塵装置をつけて地形適応を万全にして出撃します。では第9話に登場するティターンズの皆さんと白川博士が百式の実戦の相手となります。なんのそっちがうかつなのさ。百式の機動性を甘く見たな。序盤の敵としては装甲が1100と意外に高いライラ大尉のパラスアテネですが、拡散ビーム砲が空陸 C というまさかの設定に。百式で仕掛ける。しまった。大佐の気力が上がったところで一直線上に敵がいるのであれば照準内。百式の機動性を甘く見たな。百式でやってみるさ。野団隊三段ではな。また外伝ではティターンズの機体が弱く設定されていることもあり、気持ちよく落としていかれる大佐でありましたが、沈め。まだ百式は持つ。百式でここを突破する。どうした。ここは地球だぞ。奴らより俺たちの方が有利なはずだ。これまでか。サイコガンダムの威力を見せてやる。機体さえ動けばまだ終わらんさ。甘いんだよ。フル改造で余裕かと思いきや、フル通常に裏切り者呼ばわれされた上にダメージを受け始めたので、ここは補給をして反撃に出ます。底力が発動し、命中、回避、クリティカル率が上昇するカテジナさんではありますが、そこ。百式の機動性を甘く見たな。しまった。カテジナさんのように強化人間、底力持ちの相手には命中率を上げる強化パーツを装備していると優位に戦えますね。抵抗するテロリストどもを逃がすな。百式の機動性を甘く見たな。新しい時代を作るのは老人ではない。脱出だ。早く脱出の準備を。新しい時代を作るのは老人ではない。バカな。
バスク大佐も老人認定をした大佐でありましたが、北アンズの重鎮を撃破したところで残りのメンバーも一気に落としていきたいと思います。メガバズーカランチャー発射。実戦慣れはしているようだが相手が悪かったな。アメリアー！戦場でな、恋人や女房の名前を呼ぶ時というのはな、瀕死の兵隊が余ったれていうセリフなんだよ。アメリアーなどできるわけねえだろ。とラストは恩大将のお言葉とともに壊滅した北アンズでしたが、照準内にアルファと外伝の半ブラビは本当に脆くなった印象でありました。まだまだこの程度ですか。ワームスマッシャー発射。踏み込みが足りんな。ワームスマッシャー。まさか。この白川博士と地道に怠慢をしていると、エネルギー回復がないネオグランゾンを反撃不能にするのが可能となります。私をここまで追い詰めるとは。全属性ダメージを1500まで無効化にするグラビティテリトリーとワームスマッシャーで、エネルギーの消費が激しいのが弱点な序盤のネオグランゾンではあります。ろくに移動さえできなくなったところで百式でやってみるさ。見事です。次に第18話で大佐が合流した時に使用可能となる百式回は、百式から主に装甲が50、限界が10と若干パワーアップはしています。武装面ではクレーバズーカがなくなり、ビームライフルが200、メガバズーカランチャーが100攻撃力が高くなっていますが、百式回でフル改造した場合1200しか上昇せず、百式のメガバズーカランチャーより攻撃力が劣るまさかの結果となりました。強化パーツは3つ装備できるので、ミノフスキークラフトで空中戦対策をして命中と運動性を高めて出撃します。前期がホワイトドールのような遺跡なら、ドーラがパイロットでないのが残念ではあるが、金色のモビルスーツに乗る者が他にもいたとはな。戦場で金色の機体に乗る、かなりの手だれと見た。では金色の機体に乗る者同士の対決といきましょう。私の機体と同じ金色のモビルスーツ。ふん、面白い。金色の機体、油断をするわけにはいかんな。全てはディアナ様のために。百式回の性能をなめてもらっては困る。金色のモビルスーツに乗る者が他にもいたとはな。こちらで計算した以上の力を見せるとはな。せっかくなので各武器を使用していきたいと思います。地球はお前たちだけのものじゃない。百式回の性能をなめてもらっては困る。ああ、バランサーが破損したのか。実戦慣れはしているようだが相手が悪かったな。直撃を受けたのか。百式回でやってみるさ。エネルギー回復持ちで武器の地形適応が良く、空も移動ができるという点で百式回より相撲の基本性能の方が使い勝手が良いと言えるかもしれませんね。そして
大佐の前に一直線上に並ばれるということは、これで終わりにさせてもらう。いい動きをしているが、ここまでだな。こんなところで百式機で敵編隊の足を止める。一方的にやられてたまるか。百式機で仕留める。大佐が甲中尉にパイロットのクズだと言わしめた後は、一気に強力な機体へと変貌するフルアーマー百式機を使用していきます。百式のような同系統のパワーアップは改造を引き継ぐのですが、今回は動画のため別のルートの機体を使用して撮影をしています。フルアーマー百式といえばの炸裂ボルトの追加と射程7エネルギー25で使用できるメガ粒子砲が強力な武器となります。ハイニューガンダムサザビーと同じくエネルギー性の武器を持つ機体にはエネルギーを強化することで弾切れを防ぎます。攻撃力は1000しか上昇しませんが、メガ粒子砲の攻撃力が4200となるので、あとはひたすら撃つだけで。そして後半戦になれば強化パーツも充実してくるので、毎ターン 30% のエネルギーを回復をしつつ、ハロで移動力に運動性25、限界35、命中率 25% 上昇させ出撃です。このドランでパッと叩いてやるよ。踏み込みが足りんな。迷いは自分を殺すことになる。こいつ動け。これで終わりにさせてもらおう。あと一撃食らったら終わっちまう。たまらないわ。私鳥にでもなりたい。メガ粒子砲と炸裂ボルトでグレタ氏を鳥にした後は、移動後にでも使用できる射程5のビームライフル。実戦慣れはしているようだが、相手が悪かったな。なかなかやるじゃないか。この私にさ、逃がしゃしないよ。私を狙っても無駄だということだ。これじゃイノセントに合わせる顔がないよ。ビームライフルとビームキャノンでウールカさんを落とした後は、マヒロー部隊に突撃します。いい動きをしているが、ここまでだな。脱出を戦線を離脱する。戦線を離脱する。相手が悪かったな。こんなところで。体験だ。体験しろ。ハロを装備したことでシャギア氏が相手でも高い命中率を叩き出されますが、この一撃で地獄に落ちろ。そう簡単にここを突破はさせんよ。どんなに強力な武器でも当たらなければどうということはない。ジレンダ、来たか。敵のモビルスーツの後ろへ。当たらなければどうということはない。君はこの僕の獲物なんだよ。私を狙っても無駄だということだ。これで終わりにさせてもらおう。こいつらなかなかやるよ、兄さん。いい動きをしているが、
ここまでだな。オルド、少しは手応えのある相手のようだ。当たらなければどうということはない。どこかで聞いたことのあるようなセリフですが、大佐の前に一直線上に並ぶということはロング手締めメガバスタていきます。ー発射。同時に撃破をして熟練度を獲得をする際にも便利なフルアーマー百式鎧でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。